アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています。今回水草の追加をするのでカルキ抜きをした水を用意してます。毎回この映像を挟むのもちょっとあれなんですが、単に水道水って言われてもカルキ抜いた後かどうかわかんないんで、今後はカルキ抜きをした水道水をカルキなし水と呼びたいと思います。そして水草ですが、こちらを追加します。アヌビアス7プチとアヌビアス7。こっちが2ポットを買ってますね。一番最初の動画で話してるんですけど、使いたい水草はデザインと一緒にもう考えてあって、その時から使いたいって思ってた水草です。この色味と生えてる様子がね、すごい好きですね。こちらはホームセンターで買ってきました。とりあえず汚れ落としも兼ねて、カルキなし水に入れておきます。根元の方が少しグズグズした葉っぱもちょっとあって、あんまり調子良くなさそうなんですよね。素人目にですけど、ホームセンターはね、やめた方がいいって話よく聞くんですが、かなりひどいところもあって、店はちゃんと選んだ方がいいですね、これは。3ポットではね、足りないんで、アヌビアス7プチをね、もう2ポット買ってきました。こっちは地元のショップのモアアクアガーデンってところで買ってます。僕の地元にはいくつかショップがあるんで、それぞれのね、特色みたいなのをいろんなとこで買って掴んでおきたいですね。で、このパッキングのね、開け方がよくわからなかったんで、カッターでね、ズバッといってみましたが、これ結構圧力かかってて、思ったよりもね、勢いよく水が出てきちゃって、ちょっとこんな感じになりました。次回はしっかり輪ゴムを外して取り出します。で、水草ですが、モアアクアガーデンの方がね、茎がね、パリッとしてるっていうかね、全体的にシャキッとしてるんですよね。感覚の話で申し訳ないんですけど。でね、取り出してみたらやっぱりちょっと腐った葉っぱとかがね、落ちてましたね、こんな風に。これ、ホームセンターの方ですね。やっぱりちょっとホームセンターで買うのはいろいろ考えた方がいいと思います。で、この水草がカゴからスポッてね、抜けなかったんで、ニッパーでカゴを切ってね、外してます。このね、ポットってやつ、もちろん手にするの初めてなんですけど、見慣れない綿みたいなやつに植えられてて、グラスウールかと思って触りたくないなって思ってたんですが、調べてみたらこれはロックウールって言われるもので、保水性が良くて固定できるんで、水耕栽培とかでよく使われるとのことです。ただ、このままだとロックウール自体が腐食しちゃったり、海外からの水草の場合、農薬も染み込んだままになってしまうんで、取り除いた方がいいそうです。結構ね、根っこに絡んでね、取り外しづらいんですよね。ピンセットでね、ちょっとゆっくりちまちま取り除いていきました。で、とりあえず目立つ部分を全部外したら、これね、結構な量になっちゃって、でね、どうやって捨てたらいいのかね、調べたら産業廃棄物がどうたらこうたらって全然意味がわかんなかったんで、家庭ゴミの場合は燃やさないゴミでっていう風に近隣地域のやつに書いてあったんで、そうしました。間違ってたらごめんなさい。で、一旦水道水で流して洗浄します。そしてまた水草その前にでトリートメントします。これの詳細は14番目の動画をご覧ください。相変わらずこれが水に溶けないんで、頑張ってかき混ぜて、前回はモスだったんで3分だけつけましたが、今回はね、指定通り10分入れてみます。10分経過して、モスの時と同じくね、やっぱり油膜みたいのが出てますね。モスの時より濃く出てる気もするんですけど、気のせいかもしれないです。で、これはまた水道水で洗浄して、で、タッパーとかモスが入ってたカップにね、カルキなし水をまた入れて、ここに分けて入れておきます。やっぱこの緑色すごいいい色ですよね。で、こっから僕の勝手な考えで、ちょっとうちの水に慣らしておこうかななんて考えて、このままの状態で2日ほど放置してみることにしました。ちょっと作業の時間もなかったんでっていう感じです。で、モス小石は端に寄せて、空いたところに置いておきます。動画をね、ちょっと撮り忘れちゃったんですけど、少しね、ミスト式のシステムを変更しました。変更はこの2点で、まずラップのね、蓋の前の方だけをね、ビニールに変えちゃいました。ラップだと
空気入れ替えの時に端からね、裂けちゃったりしてたんで、この辺をね、ちょっと丈夫にしたかった感じですね。で、次に流木の上にこんな風にスポンジを乗せてます。ここがね、照明にすごい近いんで、上の方だけすぐ乾燥してきちゃうんですよね。なんで、スポンジに結構水を含ませて、乾燥しづらいようにしてみました。こんな風に水を大量に含ませておきます。ビニールもマスキングテープでこうやって貼り具合をね、いろいろ調整できるようにしてみました。で、2日経って、今度はね、アヌビアス7をね、石に接着したいと思います。チャームで買ってきた軽粒石ですね。以前に使ったやつよりは、ちょっと大きいやつを今度は買いました。当然こちらも洗っておきます。そして接着の下準備ですね。まずこの株なんですけど、ワンポットで1株かと思ったら、いくつかね、小さい株の集合体でね、ちょっとびっくりしましたね、これ。嬉しいびっくりなんですけど、水草買いに行った時に一番最初に思ったのが、90センチの水槽だとこのアヌビアスなら何個買ったら思った範囲に全部置けるんだよってね、すげえ心配になっちゃったんですよ。金額的な面でね。こんな風に小さい株に分かれてくれるんなら、いろんなところにね、小さいまま置いて育ってくれれば、広範囲にアヌビアス7が広がってくれるかなと思ってちょっとね、安心しました。で、株を丁寧にほぐして綺麗に分けます。そしてこのもじゃもじゃ生えたね、根っこをね、切り落とします。調べたら、この根っこは水草がね、石にくっつくのとはね、関係ないから切っていいっていう話なんですけど、くっつくところかどうかっていうのに関係なく、こんなに切り落としちゃっていいのかっていうのがね、ちょっと不安なんですよね。断面からなんか変な菌が入っちゃったりしないのかなとかね、結構不安になってますね、勝手に。経験がないので、とにかくどうなるかやってみましょう。で、表面の水分を少し取って、今回接着剤は上畑ゼリー状接着剤黒っていうやつで接着します。一応ね、水草用って歌われてる接着剤なんですけど、やっぱりね、なんかね、どうしても切った根っこの断面にね、この接着剤をつけるっていうのがね、ちょっと気になっちゃってしょうがないんですよね。大丈夫って書いてあるんで、接着剤をね、点付けして石に接着してみました。で、これをすべての株に作業したいと思います。モスの小石と同じく照明が当たって霧吹きしやすい位置に置いて管理しようと思います。で、これはまだレイアウトしたい位置に置いたわけではないんですけど、やっぱりね、モスだけじゃなくて水草生えるとね、さらにぐっとね、やっぱり雰囲気出てきましたね。かなりテンション上がってます。いきなり3日ぐらいで枯れたりしないことをもう願います。では今回使った金額です。ホームセンターで買ってきたアヌビアス7がワンポット700円を2つ買って、これが1400円。で、同じホームセンターで買ってきたアヌビアス7プチが、ワンポット800円ですね。で、地元のモアアクアガーデンで買ってきたアヌビアス7プチが、これが850円を2株買って1700円。ちょっとホームセンターより値段高いんですけど、まあこれは管理の状態をね、考えれば安いくらいだと思いました。チャームで買ってきた軽粒石ナンバー8、粒径 25mm から 40mm のが1キロ入って、これが400円ですね。上畑ゼリー状接着剤 5g 黒、これが233円。で、水草その前にが182円。今まで金額にね、追加を忘れてたジェックスのコロラインオフっていう、これ水道水のカルキ抜きって僕が呼んでたやつですね。正式名称がちゃんとありました。これが354円です。追加が遅くなっちゃってごめんなさい。ということで、ここまで合計で114,342円使いました。配置はまだしてないんですけど、水草が入って、やっぱり俄然華やかになってきましたね。というかね、アヌビアス7がやっぱこれすごくいいですね。僕はこれ好きです、すごい。で、最終的にはアヌビアス7プチとアヌビアス7で前後の差みたいなものをね、出したいなーなんて思ってるんですけど、だんだんこうやって生物が増えてくると、うまく育ってくれって思う緊張感と形になってきたなーっていうドキドキみたいなのがあって、もうね、水槽ばっかり毎日見てますね。いや、ほんとね、楽しいです。ただ、もちろん水草はこれだけじゃないです。次回さらにミスト式でいけそうな水草を追加していきたいと思います。あとはモスの近況なんかもね、動画にできればと思っています。それではまた。